Hello everyone, I'm Ikumi. Welcome to my Japan Days. このチャンネルでは私が大好きな日本の景色や文化、そして書道についても紹介しています。今日のテーマは世界遺産です。私は普段東京に住んでいるんですが、先日大阪の方に行く用事があって、せっかくなので世界遺産に行こうと思って日本の世界遺産の宝庫、奈良県に行ってきました。奈良は何度か行ったことがあるんですが、世界遺産を見に行ったことっていうのがおそらくないんじゃないかなと思います。日本では学生時代に体験学習みたいな感じで歴史的な都市に行きます。私は関東の中学生だったので、関西の京都とか奈良に行きました。京都に行ったのは覚えてるんですけど、奈良はなぜかあまり記憶がないんです。だから行ったのかちょっとうろ覚えなんですけど、大人になってからそういう歴史的なところに行くとやっぱり感じ方が違うなと思っているので、今回世界遺産に自ら行こうと思って世界遺産ツアーを計画しました。これから日本旅行に行く計画の方やどこに行くか迷っている方、日本の歴史や世界遺産に興味がある方には参考になる動画になると思いますので、最後まで見ていってくださいね。奈良には世界遺産のエリアが主に2カ所あります。一つ目が一番最初に世界遺産に登録された法隆寺というお寺周辺の仏教建築物です。そして二つ目が古都奈良の文化財ということで、東大寺や春日大社とかこの周辺の文化財がまとまって世界遺産登録されています。今回両方のエリアに行ってきたんですけど、とてもじゃないけど文化財が多すぎて1日で全部行くことはできないので、今回は主に3カ所だけ行ってきました。途中で私が書道で書いた文字も登場するのでお見逃しなく。ここは大阪駅のコインロッカーです。日本の主要な駅にはこういったロッカーがあって大きな荷物を預けられます。スイカで払えるタイプもあるんですが、こちらは現金しか使えないタイプなので要注意です。大阪駅から JR に乗って法隆寺の駅に着きました。ここからバスに乗って移動します。こちらが奈良県のバスです。バスは地方によってちょっと違うんですが、これは後ろが入り口、前が出口のタイプです。全国の IC カードが使えるところもあるんですが、地域限定のIC カードしか使えないところや現金しか使えないバスもあります。法隆寺前のバス停に到着しました。こちらが法隆寺の参道です。のどかでいい雰囲気でした。こちらが法隆寺の南大門です。この南大門を入って長い参道を抜けていくと中門と呼ばれる門があります。その向こうに法隆寺五重塔があります。法隆寺は推古天皇と聖徳太子によって607年頃に創建されたそうです。その長い歴史と文化財の豊富さから1993年には日本で初めてユネスコの世界文化遺産に登録されました。この法隆寺を作った聖徳太子は500年代後半から600年代にかけて活躍した豪族兼政治家で、日本の政治や文化の基礎を作った重要な人物とされています。馬小屋の前で生まれたということで、このゆかりのある法隆寺にこの馬屋があるんじゃないかなと私は感じました。聖徳太子はとても優秀な人で、憲法を作ったり役人を登用したり天皇中心の国づくりをしたりと、今の日本につながるような功績を残しています。その優秀さを表す出来事としてよく言われているのが、一度に10人の話を聞けたと言われています。これは今の日本でもよく言われることで、一度に何人もの話を聞ける人を聖徳太子みたいなね、そんな言い方をすることがあります。聖徳太子は日本の教科書に載っていて、昔の一万円札の顔にもなっているような重要な人物です。なので日本人のほとんどが知っているような有名な人物です。突然ですが、最近ではあまり見なくなった日本の文化遺産的なトイレを紹介します。和式トイレです。
日本といえばウォシュレットがついているような快適なトイレというイメージがありますが、昔はこういったトイレが主流でした。私も久しぶりに見てびっくりしたんですが、法隆寺ではこのトイレが主流でした。法隆寺ではトイレまで文化遺産でした。次に奈良駅からバスに乗って目的地へ向かいます。このバスは全国の IC カードが使えるようなバスみたいです。乗るときと降りるときでスイカをこの端末にかざします。バスで向かった目的地は平城宮跡です。ここも奈良県の文化遺産の一つになっています。私が目指しているのは奥にある建物です。その前にたどり着いたのがこちらの船です。実は600年頃、先ほどお話しした聖徳太子は隋や唐という、当時の中国ですね、そこに役人を派遣していました。その時に使われた船をイメージしたものがこちらの船です。この遣隋使や遣唐使の存在は教科書で習うので知識としては知っていたんですが、今から1400年も前にこの船を作って日本から中国に渡っていたということがすごいことだなというふうに改めて感じました。私は今の技術をもってしてでもこの船を作ることはできません。昔の職人の技術はものすごいものだったんだなというふうに実感します。いざ平城宮跡に向かいます。この奈良には700年代に平城京と呼ばれた都がありました。当時の天皇が住んでいたり政治の中心地となった場所です。その宮殿がこの平城宮になります。この門が平城宮の入り口、朱雀門と呼ばれるものなんですが、この目の前にある道がなんと幅約70メートルから74メートル、長さ約 3.7 キロもあったそうです。当時の役人たちはこの長い道を渡ってこの豪華な門を通って出勤していたと想像できて面白かったです。こちらはイザナイ館といって当時のことを伝える資料館になります。ここは当時の勉強の様子を表しています。一人勉強しているように見えますね。こちらは当時の建築技術を伝えています。こちらは当時の食事の様子です。何を食べているのかというと、ちょっと動画では分かりづらいんですが、美味しそうなものを食べています。当時から日本各地の農産物を運ぶ物流網が出来上がっていたそうです。こちらでは当時の衣装を着ることができます。私も恥ずかしながらちょっと着てみました。今知られている着物とはまた全く別のものという印象です。こちらが全体像です。衣装が変わると奈良時代の人になったような気分になりますね。こちらでは勝手に丸太運びを手伝いました。この平城宮跡歴史公園は広すぎるのでレンタルバイクがあります。これに乗って一周していこうと思います。こちら先ほどの朱雀門の裏側です。この後ろに見える電線はなんと電車です。そう、ここ線路が通っているんですよ。こちら Google マップで見たものなんですが、なんと敷地内に線路が走っています。施設の中に線路がある施設なんて聞いたことがないと思ったんですが、これはなぜかというと、ここ実はこの土地一帯は田んぼだったそうです。周りの土地は十分開発されている地域なんですが、ここだけ田んぼだったことで開発されることなく平城宮跡が残っていたそうです。田んぼを掘り返してみたら、なんと遺跡の山だったそうで、そこをこういった公園にしているそうです。1400年前の日本にロマンを感じたいと思う方はぜひ行ってみてください。次に向かったのは平城宮跡の
少し東にある奈良公園に行きました。ここでは野生の鹿が人間と共存をしています。赤信号で鹿が渡っても車は止まらなきゃいけないという鹿ファーストな街です。ここでは鹿せんべいという鹿専用の餌が売っていて、それを直接鹿にあげることができます。鹿もそれを求めてやってきます。よく日本人はお辞儀をすると言われることがありますが、ここでは鹿もお辞儀をします。海外の方がそれを見て一緒にお辞儀をしているとなんか微笑ましくなります。私もこんな風に餌をあげたいなと思って鹿せんべいを買いました。一匹の鹿に近寄って鹿せんべいをあげました。おかわりをねだられて用意していると別の鹿もやってきました。さらにどんどん鹿が増えて、私は鹿に追われています。ものすごい鹿が集まってきました。鹿の勢いがすごすぎてちょっと怖かったです。鹿はアピールするために角でどついたり服を引っ張ったりとするので結構危ないので、皆さん気をつけてくださいね。引っ張らないで。私自身面白かったんですけど、もう周りの方は笑って、これ動画まで撮ってますね。以上が鹿公園で鹿を引き連れる方法でした。この後一部のところに鹿が集まっていて、もう鹿の楽園っていう感じですごく可愛かったです。この鹿たちはいつもは山の奥に住んでいて、毎朝この公園に出勤をするそうです。人間の相手をして鹿せんべいを食べる、そんな仕事いいですね。以上が私が行った奈良世界遺産ツアーでした。楽しんでいただけましたか？私は奈良の世界遺産に触れて、この日本の歴史の奥深さに感動しました。皆さんが日本や奈良に来た時はぜひ過去の日本人が積み上げてきた歴史を見ていただけたらなって思います。そして神の使いとも言われる無邪気な鹿に癒されに来てくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next video!